皆さんこんにちは。今回は Apple Watch のソロループについて話していきたいと思います。価格は5280円でした。この動画ではソロループのいい点と気になる点について話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずソロループの特徴についてサクッと説明しますが、シリコン製のバンドで、このように留め具がないようなものになってます。腕に装着する際には、このようにバンドを引っ張って腕に通すような形になります。バンドのサイズは事前に自分で測るか Apple Store で測る必要があります。また新品のソロループを購入できるのは Apple Store だけになっています。ざっくり特徴を話したところで早速いい点から話していきたいと思います。いい点としては素材によるつけ心地の良さとカラーバリエーションが挙げられます。素材によるつけ心地の良さについてなんですが、スポーツバンドのシリコンよりも弾力がある素材でスポーツバンドより若干厚みがあります。買う前は引っ張りながら腕に装着するのは壊れそうで怖いなと思っていたんですけれども、素材がかなりしっかりしているので心配なくつけれますし、すぐに劣化しそうでもないですね。使用していく中でのバンドの劣化について Apple Store のスタッフさんに聞いたところ、ブレイデッドソロループはバンドが伸びやすいらしいんですが、ソロループはそこまで伸びないらしいです。続いて肌触りについてなんですが、ゴムをつけているような感覚なんですが、シリコンなのでゴムのように肌が引っ張られて痛いというような感覚は全くないです。快適なつけ心地なのでぴったりめのサイズでもつけていて疲れないのはいいなと思いました。スポーツバンドの肌触りが好きな方であれば、こちらも満足できると思います。他のバンドとのつけ心地の比較としては、スポーツループ、こちらのマジックテープで留めるタイプなんですけれども、こちらは装着感を自在に調整できるという意味で、つけ心地の良さを実現している感じで、こちらのソロループについては、素材によってつけ心地の良さを実現しているというようなイメージです。カラーバリエーションの良さについてなんですが、こちらのスポーツバンドにはないカラーがあるのが魅力的です。特にホワイトはスポーツバンドにないカラーなので、ホワイトが欲しい方はソロループを選ぶのはありだと思います。Apple Store のスタッフさんに聞いたところ、ホワイトは夏が近づいているという季節的な要因もあってすごく人気みたいです。僕ももともとはホワイトが欲しかったんですが、売り切れで即購入が難しかったので、こちらのユーカリというカラーを購入しました。このカラーもいい色で気に入っています。ユーカリの色味についてなんですが、サイトで見るよりは明るいです。濃い緑を期待している方は避けた方がいいかもしれないですね。色味の表現が難しいんですが、濃い緑にクリーム色を混ぜたような印象です。目立つほど明るい色ではなく、どちらかというと落ち着いた色なんですが、ミッドナイト並みに落ち着いた色味というわけではないです。このカラーも十分おすすめできるので、グリーン系のバンドを持っていない方はぜひ一度チェックしてみてください。ここからは気になる点について話していきたいと思います。結論ですね、このバンドは買いにくいのが難点です。買いにくい要因は2つあって、1つ目は買える場所についてです。実店舗かネットの Apple Store でしか買えません。実店舗に行くのが難しい場合、実際の色味が確認できないですし、試着なしで Web で購入することになるので、サイズ選びで不安が残ります。あと、実店舗は混みがちなので予約していかないと待っている時間が長くなってしまうのもちょっと面倒です。買いにくい要因2つ目ですが、先ほども話しましたが、サイズ選びが難しいことです。手首サイズを測るツールが Apple 側で用意してあるので、それを使えばある程度サイズの合ったものを選ぶことはできます。ただ、完全に納得のいくサイズ選びをするには実店舗で試着するしかありません。僕の場合、ツールで計測したところ5というサイズになったんですが、試着してみたところ1つ下のサイズである4の方がぴったりでした。5のサイズでも大きすぎるということはなかったんですが、手首とバンドの間に隙間ができる感じで、4だと手首にぴったりくっつく感じになってました。ちなみに Apple Store で計測と試着をしてきたんですが、スタッフさんにサイズの選び方聞いてみたところ、手首サイズを測るツールで出たサイズだけではなくて、それの前後のサイズも試着した方がいいということでした。僕の場合だとツールでは5のサイズが適正だったんですが、4と6のサイズも試着した方がいいということになります。また、その他のサイズ選びのポイントとしては、腕を振った時に Apple Watch が動かなければ問題ないサイズが選べているようです。このようにですね、サイズ選びにいくつかポイントがあるので、実店舗の Apple Store に行けるなら、絶対試着しに行った方がいいです。はい、今回はソロループのいい点と気になる点について話してきました。気になる点を聞いて、じゃあソロループ避けた方がいいじゃんと思った方もいると思います。確かにサイズ選びの難しさがあるので、1本目に選ぶのは避けた方がいいかもしれません。ただ、個人的には2本目以降のバンドとしておすすめしたいです。
というのも、このバンドはスポーツバンドとスポーツループにはない新鮮さがあるからです。バンドを引っ張って装着する体験はやってみないとわからない楽しさがありますし、留め具や穴のない新鮮なデザインもこのバンドだけの魅力です。また、ソロループは持っている人が少なく、スポーツバンドのカラーバリエーションにないカラーもあるので、他の人と被りたくない方にとっても魅力的な選択肢になると思っています。ぜひ一度ソロループチェックしてみてください。今回の動画は以上となります。この動画が良かったら、ぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。